さらにスロットルをひねって加速しましょう。プリミティアプレイヤーエールです。今回は電動バイクを作ってみようと思います。前輪と後輪が同時に動く二輪駆動で、さらにスロットルのひねり方によって細かくパワーを変えられるようにしようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは小ネタの紹介です。こうやってバッテリーに厚さ1センチの木の板を挟んで、木の板から2センチくらい離れたところから LED をくっつけると通電しませんが、LED を木の板に近づけた状態でくっつけると通電してしまいます。これはバッテリーと LED が木の板を貫通して接着してしまうからですね。木の板の厚さを2センチにしても押し付けながら LED をくっつけると通電してしまいます。通電する距離は2センチだと思いますが、接着できる距離は押し付け方などで変化するみたいです。なので、絶対通電させたくないなら、3センチの板を挟めば安全ということですね。そして、バッテリー同士を束ねてしまうと、側面から不規則な電気が流れてしまうという情報を、黒さんのツイッターの投稿で知ったので、前回作った電動飛行機のバッテリーを束ねた状態から、バッテリーの側面同士が通電しない3センチの距離に離して、付け直してみましょう。ついでに充電用の端子も追加しておきました。こうすれば、今までばらつきがあったバッテリーの減りも均等になってくれるんじゃないでしょうか。早速試してみましょう。スイッチをオンにしてプロペラを回したらバッテリーが減るのを待ちます。これくらい減ったところで後ろのバッテリーも同じくらい減っているか確認してみます。全く同じ残量ですね。やはりバッテリーをくっつけずに離すのは正解みたいです。バッテリー問題が解決したところで電動飛行機の運搬能力も確認しておきましょう。今回の電動バイクを作るためにも、モーターやバッテリーが足りないので、他の島から運んでくる必要があるからです。とりあえず、100キロの傾斜を貼り付けて、飛んでみましょう。プロペラのスイッチを入れると、よし、100キロなら問題なく運べますね。特にスピードも問題なく、向こう側の島に着陸することができました。さらに傾斜を50キロ追加して、合計150キロではどうでしょうか。プロペラを回すと、かなり動きは重くなりましたが、しばらく滑走して、飛び立つことができました。こちらも問題なく、向こう側の島に渡って、おっと、ドローンのレーザーで燃やされてしまいました。さらに50キロ増やして、合計200キロではどうでしょうか。これはかなり無理がありそうですね。それでも、私が押して滑走を助けて、離陸した後にぶら下がることで、少しの間だけ飛行した後、落ちてしまいました。まともに運べるのは、150キロまでみたいですね。さらに、水の上にプロペラを触れずに着水できるように、水に浮かぶフロートを追加したら、バッテリーやモーターなどの素材を取りに行きましょう。最初は海に浮かんでいる V から、大型の LED と太陽電池、バッテリーを回収します。フロートのおかげで、V のそばに浮かぶことができました。素材を回収して、フロートの部分に貼り付けたら、同じように移動して、近くの海面に浮かんでいる V から、全部で4セット、素材を回収することができました。これくらいなら、余裕で飛ぶことができるので、このまま飛んで、拠点に帰りましょう。よし、回収成功です。消耗したバッテリーは、取り外して、発電機の上に乗せて、充電しておきましょう。ちょっとめんどくさいですね。よし、充電完了です。こちらを電動飛行機に戻せば、再び飛ぶことができます。では今度は、向こう側の島に、モーターとバッテリー、小さい LED の
回収に行きましょう。山の上に着陸したら、貼り付けておいたタングステンの刃を持って、古代の風力発電機を破壊しに行きましょう。こうやって、頭の上を木の板でガードしておけば、レーザーから受けるダメージを減らすことができます。そのまま柱を破壊して、必要なものを回収しておきましょう。せっかくなので、回収したモーター2個で、バッテリーに発電機を追加して、どこでも充電できるようにします。こうやって2つつなげて貼り付けて、片方を回せば、ちゃんと発電しています。これなら場所を選ばずに、どこにでも着陸して、充電しながら移動することができますね。それからこの島にある素材を回収して、電動飛行機に積んだら、拠点に戻りましょう。これくらいなら、問題なく飛んで、拠点の近くに着陸することができました。今後の引っ越しにも役に立ってくれそうです。これで素材は集まったので、いよいよ電動バイクを作ります。タイヤを回す仕組みには、両軸化したモーターを使いましょう。軸だけで両軸化すると、軸に電気を流しても回転してくれませんが、内側に軸、外側にベアリングをくっつけて、外側のベアリングの代わりをモーター本体と接着することで、軸に電流を流して、モーターを回すことができるようになります。このモーター側にタイヤをつけて、走らせようというわけですね。せっかくなので、前輪にも同じように、両軸化したモーターをつけて、前輪と後輪が両方モーターで回る二輪駆動にしてみました。そして、上にベアリングを組み合わせた、グリップが回転するハンドルをつけましょう。ステアリングもハンドルも、ベアリングのマネをつけることで、元の位置に戻るようにしています。そしてここから、グリップを回転させる角度によって、出力が変わる、スロットルの仕組みを作っていきます。こんな感じで、バッテリーに薄い木の板をつけて、バッテリー同士が接着しないように気をつけながら並べていきましょう。こうすれば、コンパクトで正しく電流が流れるバッテリーになるはずです。こちらを前にくっつけて、その横に回転するハンドルにつながった広めの古代の合金の板を貼り付けましょう。こうすることで、グリップを回転させればさせるほど、古代の合金の糸に流れる電流が増えて、パワーアップするはずです。回転数は変わっていませんが、グリップの角度を増やしていくと、速そうな音に変わっていくのがわかるんじゃないでしょうか。スロットルの仕組みは完成ですね。これなら、タイヤをつけて地面を走った時、スピードを調整できるはずです。早速タイヤを作っていきましょう。前後のモーターに8本ずつスポークをつけて、周りにプラスチックを貼り付けることで、タイヤにしました。タイヤをつけた状態でも、スロットルはしっかり作動しています。これで走れるようになったので、早速地面に下ろして、走ってみます。発進！最初はゆっくり走って、スピードに慣れてきたら、さらにスロットルを入れて、加速しましょう。ちゃんと加速してますね。でも、回転速度の最大は、1秒間に4回転と決まっているので、このサイズのタイヤだと、そこまでスピードは出ませんでした。それでも、扱いやすいスピードで、調整もできますし、二輪駆動のおかげで、登板能力もなかなか高いです。そしてここで、バッテリーが切れました。計測用のバッテリーだけ、先に切れてしまうんですよね。もっと改良しましょう。バランスを良くするために、前輪のフロントフォークを伸ばしたら、ヘッドライトをつけて、バッテリーの放電側と充電側をつないでみます。こうすれば充電し合って、均一に減るんじゃないでしょうか。試してみると、ダメですね。電流が乱れて、うまく動力に伝わっていません。バッテリーをショートさせるのは、ダメみたいですね。そこで、充電側にバッテリーを追加することで、
減ったバッテリーに供給できるようにします。ついでに泥よけと、もう一列、駆動用のバッテリーを追加しておきました。よし、ちゃんと動作してますね。これならさらにパワフルに走ることができそうです。最後にサイドスタンドをつければ、電動バイクの完成です。シンプルな作りですが、二輪駆動にヘッドライト、スピード調整可能なスロットルと、機能は豪華なバイクになったんじゃないでしょうか。早速乗ってみましょう。ちゃんと進みますね。でも、バッテリーを3列にしたせいで、少しグリップを入れるだけで、最高速度が出てしまっています。このタイヤの大きさだと、3列はオーバースペックみたいですね。そして、3列目のバッテリーをつけたとき、意図せずバッテリー同士が接着してしまったのか、バッテリーの残量にばらつきが出てしまっています。それでも走りには問題ないので、よしとしましょう。そのまましばらく走って、海の中に突っ込んでも、電動なので、そのまま走り続けることができます。二輪駆動のおかげで、海の中もそれなりの速さで進めますね。もちろん坂道も楽勝です。カメラを固定して見てみると、クイックに曲がっている様子が見えて、運転のしやすさがわかるんじゃないでしょうか。そのままくねくね走り回った後、まっすぐ進んでいると、ベアリングを踏んだ衝撃で、バッテリーが壊れてしまいました。結構デリケートなんですね。そして、前輪を外した状態でも、走ることができました。力強く後輪が回って、ウィリー状態を維持してますね。これでも乗り物として、普通に使えそうです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。グリップの角度や、バッテリーの残量がしっかり見えるので、安心して操縦できています。でもやはり、最高速が遅いのが、ちょっと残念なところですね。そのうち、もっと巨大なタイヤをつけて、最高速重視の電動バイクも作ってみたいです。それでは最後は、日が落ちるのを待って、ナイトツーリングに行きましょう。せっかくヘッドライトをつけているので、その性能を確認したいからですね。夕方くらいになったら、ツーリングスタートです。そのまま走っていると、どんどん周りが暗くなっていきました。それでも私の周りは、ヘッドライトに照らされているので、障害物を確認しながら、安全にツーリングできています。それなりに遠くまで行った後、引き返して、電動飛行機が置いてある場所に戻ってきました。すっかり夜ですね。それでは、長距離ツーリングして、お腹も空いてきたので、近くのスライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、電動バイクさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバイ。